かなり今東京注目されてますしね。はい、都市っていうのは、はい、やはりマグロだと思うんですね。お、都市はマグロちょっと聞きたいですね。マグロはずっと回遊しているわけですね。それで命を保ってるわけですね。その通りですね。はい、だから街は常に動いている。そうか。止まれない。コロナの時は本当に動けなかったし、あの時辛かったですね。辛かったですよね。そのマグロを止めなきゃいけない状態だから。シンガポールもハブだから大変だったですよね。大変でしたね。その最中私は移住したので、もう静かなところで耐えながらやってたんですけど、今どうなってる？いや、もう活気がやっぱり戻ってきました。でもそれはやっぱり東京も同じですよね。もうコロナの時には一切なかった人たちがわんさか来てて、すごい。そうですね。まあインバウンドの方々の数はとてもエネルギーを注いでくれてるというふうに思いますね。すごいことになってますね。この1年でね、海外の方々が、東京都で消費をした金額っていうのはこの間出て2兆7000億だったかな。2兆ですか。もう東京大人気ですもんね。160円で安い。160いっちゃいましたね、またね。安いからってでもだけではないんですよね。だけじゃないですね。ものすごく魅力的ですもんね。綺麗、街が綺麗、ゴミ箱ないのにどうして綺麗とかね。これパリって逆に実はすごい歩きタバコとかゴミ箱とかあんだけ綺麗な街だけどある世界一の観光として言われながら、でも東京はゴミ箱ない、歩きタバコない、すごい綺麗。これやっぱ誇らしいですよね。誇らしいですよね。はい。で私ね観光で東京の観光地で最も有名なのはどこだろうと思ったら、みんなスカイツリーとか東京タワーとかって言うんですけど、いやいや渋谷だと。スクランブル交差点、でそこで東京のマークちょこんとね、赤いちっちゃいのだと印刷ミスみたいに見えるのをつけたんです。それはスクランブル交差点をハンコにして、ハンコですと言いながら。スクランブル交差点のデザインなんですね。かっこいい。それはなぜかっていうとそこがいいから。いいから。だから、もう一度、客観的な目で、日本人が思い込んでるのを世界の人は意外と知らない部分が多いじゃないですか。確かに。やっぱり浅草とかね、東京タワーとかと思いますけど。これ東京のバッジなんですけど、これ見えないだろうな。でもここにちょっと赤い点ありますね。ポチーとある、ポチー。これ拡大すると見えるのがこれ実はスクランブル交差点。おしゃれですね。ということでね、小池エージェンシーが承っております。さすがですね。電通いらず。すごいですね。小池さんずっとそのビジュアルとかワードとかのおしゃれなパワーがずっとこう突出してますよね、政治家さんの中で。好きですね。だいたいお風呂場でお風呂入りながらと考えてて、思いつくんですか？この社会をなんとかしたいなと思って。キャッチーなんですよね。いやだけど、キャッチーかもしれないけれども、それでみんながわっと気がつく。これもお寿司もサステナブルとハイテクっていうのでとみんな思うわけですよ。やっぱりと思うところがないといくら予算つぎ込んでもダメなんですね。このウィットとインテリジェントがすごく面白いですよね。クールビズもそう。クールビズなんてまさに環境大臣時代に、みんなにグッとクールは自分で考えて、ビズの部分は工房で、それがそうだったんですね。で、まとめてクールビズっていうじゃあ提案があって、知事のアイデアとみんなのそうコンセプトとでまとめ上げて、クールビズってやっぱりもう忘れないワードですもんね。もう歴史なんだっけ流行語大賞もあれ流行語大賞になりましたか。なりましたね。でもそれぐらいじゃないとキャンペーンっていうのは意味がないっていうか、あまり弱っちいなと思いますね。そのコピーライティングであったりデザインであったりっていうその力をうまく東京の PR に生かされてますもんね。そう言っていただいてありがとうございます。すごい。でも思いを込めて、台湾の国旗も、小渓谷じゃなくて
台湾の動き、台湾どんな感じでしたっけ？台湾とかホーチミンの、はいはいベトナムとか、結構みんな自分でデザインしてるね。あ、そうなんですか。うん国とかインドもリーダーがそうじゃないかな。違うかな。マハトマガンジ、緑、イスラム、ヒンズー、そして糸車。確かに、シンガポールも国旗デザインされたものでしたね、そのコンセプトを混ぜ込んで、日本はかなりね古くからのデザインですけど、だからそういう意味では伝統リーではあるんだ。ダーが結構心を込めて、デザインするって聞きましたけどね。そうか、そのデザインにメッセージとかビジョンがこもってるわけですもんね。またそうじゃないと共感につながらないんだと思いますけどね。確かに誇りとかね、国旗などは特にそうですよね。へー。じゃあそのスシテックでイノベーションと、こうスタートアップを応援しながら女性の命と子供の命を守って、あと重要なのは、東京にはもうあまた宝物があって、それが町工場ですね。町工場、宝物ですか？いろんな技術持っているんだけれども、経営者が高齢化して、なるほど。加えてこのところの 3D プリンターとか AI で世の中が変わっている。それから例えばモビリティにしても、ハイブリッドから EV からPHV から水素から、もう今産業のナルトの渦じゃないですか。確かにものすごい渦ですね。そこをどうやってこれまで育ててきた、技術を生かしてコンバートしていくかっていうのは、大きなことですし、でこの技術があるからこそ日本の産業としてもそこがないとやっていけないみたいな技術がありますから、そこをいかに確保していくお手伝いをするかですね。なるほど。日本のその高い技術と、これからの今渦に巻いてるような新しいジャンルの AI であるとか 3D プリンターとか、そこをうまく融合していったり継承していったりしなきゃいけないですよね。そうですね。まあだけどあれですね、プラットフォームというか日本のね、いろんなベースになる部分が海外、アメリカの、Google から Amazon から、だからやっぱりこう戦略として、もう基盤となる部分をどう確保するのかという発想が必要ですよね。でまたそういう人材が必要だと思いますね。大胆に次世代のプラットフォームを作れる人材、これ育成する。今ね子どもの教育の話に戻りますと、今フリースクールをそこに行く個人もまたそういう組織も、サポートしていこうと思っていて、例えばオードリー・タンさんなんてもう天才じゃないですか。で学校に行ってももうつまんないわけですよ。そうか、天才だから、普通の教育では。フリースクールは、不登校になって、もういじめとかという子どももいれば、本当に何ていうんですかね、タレンテッドな子どももいるし、いろんな形で、新しい、そういう学びの場が必要になってきていて、そのことも考えながら、多分イーロン・マスクって子どもの頃結構大変な子どもだったんじゃないかなと言うこと聞かなさそうですもんね。思いますよね。でもそういう子どもも育っていくとね、いい人材っていうか面白いことをやるかもしれませんよね。スケールが大きくてね。そういう人も包摂できる。フリースクールってそういう側面もあるんですね。だから義務教育とジャンルが別なので、なかなかこう他人にあって見過ごされがちなんですが、ただ人口そちらの方に子どもたちだから小学校1年から学校も行かないっていう子どもの後の人生どうなるんだっていうのを考えないといけないですよね。確かに。でもそういう人でも活躍できる社会であったらいいですよね。そうですね。私はですから子どもも、女性も、それからビジネスマンも、男性、もそうですね。とにかく長時間働けばいいという、この考えでいると、リタイアした後町に帰ってもお母さんママは PTA 仲間で楽しくフラダンスもやってるし、お父さん行き場がないみたいな、これ前から言われてることですけどね。
そして高齢化して2025年来年には後期高齢者が、このベビーブーマーたちが入ると、好むと好まざるにかかわらず介護のお世話にもなる、認知症にもなる恐れはある、そういうやっぱり人のこの町を支えているのは結局人ですから、その人をどう安心して、もらうかで、デフレがずっと続いて、ベアって何っていう時代が長かったですね。クマですかとか言ってね。でも今それは物価の方が上回るぐらいなんだけれども、でもやっぱりデフレっていうのは要は今日買うより明日の方が安いと思ったら買わないわけですよ。そうですね。消費が冷え込んできますね。とても簡単に言えば。だからやっぱり昨日より今日より明日の方がいいぞって言ったら、結婚もしようかとか。確かに。子供欲しいねとか経済大事ですね。やっぱり私はいつも思いますけれども、世界大きく動いてる、それを鳥の目で見る、それから一人一人の生活、仁徳天皇じゃないけど、民のかまどはにぎわいにけりって言ってちゃんと見てるわけですよね。一人一人を。そう。でそれから魚は魚群探知機というぐらい、魚群でプランクトンに向かって動きますよね。魚魚の目じゃなくて。魚の目じゃなくてね。魚の目ですね。魚の目。だから鳥、虫、魚で見ていくと、視点が、いろんな寿司テックになったり、クールフェイスになったりする。じゃあその知事はもしかしたらお風呂の中でその目線を移動させていろいろ考えてアイデア練ってるっていう。ボケっとしてることの方がいいですけどね。リラックス大事ですからね。でもそういうふうに考えて今東京の未来を見てるわけですもんね。いややっぱりね10年20年のスパンで見ていかないといけないと思いますしね。確かに、都市のデザインってそう考えたら都知事の任期4年だと短いかもしれないですね。2期8年、行って、そして、3.0、それをさらに消化させていくということと、あと世界に遅れを取っちゃいけないんですよ、この東京は。いや本当そうですね、東京は走り続けていくことですね。止まれない。国際競争は本当激しいですから。確かに、ライバルとなる都市はいっぱいありますもんね。そうですね。新興国もどんどん伸びてきてますよね。それこそシンガポールは今金融でね、私がキャスターやってる頃は東京、ロンドン、ニューヨークでしたけれども、シンガポールもそう、香港は少し位置づけが変わってきましたけれども、それでも中国のゲートウェイになってますからね。確かに。ソウルも結構活発にやってますしね。だからマグロなんです。泳いでないといかないお寿司。ありがとうございます。いやでもそれだけ牽引してきて、もう本当にパイオニアでいらっしゃるじゃないですか。もう本当に女性としてもそうですし、初の防衛大臣やって都知事選も都知事としてもで、この女性活躍が都知事の後を追いかけてきて進んできてるっていう実感ってあります？そうですね。というかこの国はなんて女性を活躍させないんだろうと思いますね。まだちょっとこれ壁が大きい、分厚いですか？もういろんな会議でも黒々としてますからね。この華やかなね、そういう方々がまだなかなか増えない。やっぱりいろんなその多様性ですね。ダイバーシティ、私いつもまさにそうですね。3つをですね申し上げてるんですけれども、セーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティ、でこの安全ですよね。防災安全。それからここが多様性ですね。でスマートで DX から、観光から全部入ってますけれども、こういう形で細かく言えばダイバーシティの S か C かは違いますけど、でもこれうまいですよね。うまくシティとシティとここはダイバーシティでうまくまとまってる。こういうコンセプトを描きながら一つ一つの政策に魂込めて共感とともにやっぱり都民の皆さんと共に進めていくということで、この女性活躍できる日本になるには何が必要なんですかね？
そうですね。やはり意思決定の場に、女性が自身がつくことですね。なるほど。私今審議会の、委員の方々を、いろんな任期がありますから随時変わっていく、そのタイミングで女性の専門の方を、参加していただくようにしておりまして、女性リーダーを、はい、専門家ですね、審議会ですから、でだいたい今 50% にまで、たどり着くところです。すごいですね。それからそうですね、女性の局長さんも普通に増えました。私は党はですね、ずっと成績などで、そして管理職の試験を受けて、また鍛えられてくるんで、女性の局長も多いんですけれども、その管理職の方々には、あなたたちは下駄は履いてないよ、ハイヒール履いててもねって言って、素敵おしゃれですね。だから女性が普通にいる、なんか社外取締役でなんとか数合わせるとかだけじゃなくて、女性でも素晴らしい経営とか数字が読めたり、もちろんそういう方はたくさんいらっしゃるんで、それが当たり前になって、女性活躍などという言葉がなくなるようにしたらいいですよね。もう男性活躍と言わないわけですからね。そうですよね。フィンランドあたりは言うかもしれないですね。なるほど、そうなんですか。フィンランドの女性も本当に活躍してますから。されてるから。でもやっぱりじゃあ政治の場にもやっぱりそういう女性のリーダーとかが増えていかないとっていうことですよね。そうですね。やはりいずれどの分野でも意思決定の場に女性がいると。なるほどなるほど。ですね。人事とか、これ都庁ね、都知事としてもう1期3期目行きまして、でもこの国の女性リーダーっていうのはいつ生まれるんですかね。そうですね。そういう時代がもう来るんじゃないですかね。いつ頃になります？ビジョンとして。いつかわからないけれども、もう選択肢としてそういう方々が入ってくる。国政のこと言ってらっしゃるの？国のリーダーでまだ出てないですもんね。いやだけどみんな切磋琢磨して、やっておられるけれど、あんまり逆にメディアが女性というよりも、普通に政策とか能力とか、普通フラットにやった方がなるほどいいと思いますけどね。意識しないで、結果的にそうだったっていうのが一番ベストですよね。なるほど。いや本当に2期8年ブラックボックスに飛び込まれて格闘されてきて、本当に大変だったと思いますけども、まだまだ止まれない。いやマグロです。マグロでゆり子はマグロである。それはもう止まれないんだと。お寿司小肌とか好きですけど。小肌いいですね。小肌。でも私もそうだし、町はマグロですね。なるほど。東京とゆり子は止まらない。ありがとうございます。貧乏症なんですけどね。いやとっても面白いお話聞けました。本当に貴重な機会ありがとうございました。本日のゲストは小池百合子さんでした。ありがとうございました。プログレス。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。